もども、ししゃもです。今日はポコアポケモンやっていきましょう。前回は1万以上のアイテムが入る倉庫を作りました。今回はその倉庫の右側に水辺のアスレチックを作ります。丸太とツルをたくさん使って自然たっぷりに仕上げました。それでは早速作っていきましょう。使用するブロックなどはこちら。数え間違いがあるかもなので多めに用意してね。まずは奥の崖を白い岩に入れ替えます。ちょいともリット木を配置していよいよアスレチック作りに入ります。丸太を組み合わせて高さを出していきます。丸太はどんより海辺から持ってきたものです。筒状に高さを出しますよ。丸太を回る感じで階段と桟橋板で道を作ります。丸太を追加してより高さを出しましょう。そしたらまた桟橋の板を設置してアクセントに蓋付き窓を重ねます。アスレチックの高さを追加して崖のいらない部分を削ります。崖を削った理由はここには滝と水辺を作りたいから。崖を削った後に木を植えたい位置に土を設置。こんな感じで崖の途中に木を植えるともりもりになってよき、桟橋や丸太にも植物が植えられるの嬉しい。桟橋にロープなど装飾がつけられないので蓋付き窓に一部変更します。草の壁飾りやツタで緑を足していきましょう。植物での装飾はお好みで数を調整してね。ちょいと遠くからバランスを確認。なかなか良いかも。さて続いては水辺周りを作ります。さっき崖を壊して土の崖が見えているので再度白い岩に入れ替え、地面を少し雑めに削って
地面を一旦白い岩に入れ替えてから、アクセントにいろんな種類のブロックで入れ替えていきます。水を流すと正直あまり見えないので入れ替えなくてもいいかも。するとこんな感じになります。そしたら次は手前の深く掘っている穴部分に橋を架けましょう。個人的に細くギュッとした橋が好きなので、全体幅3マスで左右には柵を立てます。すごく狭い橋になるのでお好みで幅を増やしても良いかも。アクセントに途中で一段下げるとなんとなく雰囲気が良い気がする。桟橋の板はこんな感じで向きを変えたりすると可愛く見えます。ツタでの装飾も忘れずに。色味のアクセントに蓋付き窓もつけておきます。最後に橋の始まり、中心、終わりに木の囲いで足を伸ばしてと、これで橋が完成しました。なかなか可愛くできた気がします。次はアスレチックらしくステップを作ります。木の囲いを2つ積んで桟橋を乗せます。それっぽくなってきた。次は滝を流したい場所を決めたり、木を植えたい場所に土を追加。滝も流しちゃうよ。滝や池など水辺の作り方が未だに難しい。あとは滝が隠れすぎないように木を植えます。この辺りの池作りは時間がかかったのでカットしましょう。はい、時間がかかったけど水を流し終わりました。あとはお好みで浮き草を出して装飾。ツタは多いほど可愛いと思ってる死者もツタを伸ばしまくる。事前にツタを夢島などで集めておくとブロックを下地に置かずともこんな感じでツタを伸ばすことができます。景観のために風車も設置してみます。このエリアにはハスボー一家に住んでもらいます。よし、水辺周りはこんな感じで完成。アスレチックエリアを広くしたいので丸太の塔を右に伸ばそうと思います。
アスレチックを伸ばすためにここにあった拠点を撤去しました。さあさあ、アスレチックを伸ばしていきましょう。はじめに作ったアスレチックより2マス奥に作ると、凹凸感で立体感が出て、なんというカリアルになります。その隣には棒タイプのアスレチックも作ってみました。隣のアスレチックが水辺なので、ここは緑がたくさんあるエリアにします。ステップも設置。ここにも滝を流しておきましょう。中心にある筒状のアスレチックに変化を出したいので、展望台的なものを作りました。ランダムで削って遊び心のある展望台っぽくします。最後に光るキノコでポワッと明かりを設置したら完成です。